はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、前回はねビデオを撮れなくて本当に申し訳ございませんでした。はい、今回はちゃんとビデオありで撮っております。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか？はい、今日はですね最近私のレッスンとかコミュニティとかで話した話で、意外に車についての質問っていうのが多いなと思ったんですよね。はい。はるかさんは免許持ってますかとか、車持ってますかとか、東京で車は必要ですかとか、いろんな質問ですね。はい。なので、最近の日本の車事情についてお話ししたいと思います。はい。皆さんご存知の通り、私が住んでる東京っていうのは、電車があって、バスがあって、地下鉄があって、タクシーとかもあって、車は必要がない。ほとんど。ほとんど必要がないと言えますね。はい。うん。逆にね、東京で車を持っていると、東京ってやっぱ場所代が高い、土地代が高いので、駐車場も高いんですよね。はい。で、どっかで車を運転して、どっか、例えば、買い物に行ったとしても、駐車場がすごい混んでて、空いてなかったりするの。だから、私が思うに、東京で車生活するのは逆に不便な気がする。うん。高いし、ちょっと面倒なイメージがある。だったら電車に乗って、とか、バスに乗ったりして、どっかにいた方が、楽だと思ったりする。うん。でも、これは東京の話。でも、地方の方。首都圏はどうだろうな。千葉とか神奈川とか埼玉とか、東京に近いエリアは、車持ってない人は多いと思う。あとは、東京の次に大きいような街、例えば、大阪、京都、福岡、札幌、名古屋とかね、大きい街があると思うんですけど、そこに住んでる人たちも、車を持ってない人は多いと思います。電車がある。バスがある。そういう環境だからです。はい。でも、地方に行くと、田舎の方に行くと、電車はない。バスもあるけど、バスはね、もう1時間に1本とか、そういう問題になるので、皆さん車を持っているという感じです。はい。私実は3ヶ月間沖縄で働いたことがあるんですけど、その時に、沖縄の人は、一人一台車があると言ってましたね。はい。例えば3人家族だったら、お父さんの分、お母さんの分、そして、子供の分で3台ですね。3台に、もし東京で3台車持ってたら、マジで駐車場代だけで、死ぬ。うん、駐車場代だけで相当なお金がかかって生活はできません。はい。でも沖縄の人たちは一人一台持ってるって言ってて、車がないと生活ができないし、お母さんがね、例えば仕事に行くって言ったら車を使うでしょ。そしたら子供が学校に行けなくなるから、また子供が車を買わなきゃいけないってなって、一人一台持ってる。もちろん全ての家族がそうではないと思うんですけど、田舎の方はそうですね。はい。私のおじいちゃんは大分に住んでるんですけど、毎日毎日車生活をしていました。はい。これはでも皆さんの国も全く一緒だと思いますよね。はい。うん。ね。私はそもそも免許を持ってないので車を運転することができないんですけど、なんで私が免許を取らなかったかというと、タイミングを逃したっていうのが一番みんなだいたい大学1年生ぐらいで取りに行くんですよ、免許。でも私は取りに行かなくて、っていうのもお金が高くて、だいたい20万ぐらいかな。いや、2、30万かな、東京で取るとすると。うん、そんぐらいかかるので、私はそのお金を出せない。結構ね、親がお金を出したりするんだけど、もう私は親は
そういう別に免許取らなくていいと思うっていうタイプだったし、まあ私も2、30万あったら旅行に行きたいなみたいなタイプだったから、その時取らなかったんですよ。そう。まあ友達は大学の時に、ドライバースクールみたいなところに通ってる人もいたし、もっと安いのは免許合宿っていうのがあるんですよね。免許合宿っていうのは東京じゃなくて、地方の方に、まあ、旅行みたいな感じで行って、だいたい1週間、2週間ぐらい行って、まあ、友達と一緒に行ってもいいし、別に一人で行ってもいいし、兄弟で行ってもいいし、別にいいんだけど、その合宿に行って、そこで生活をしながら、免許が取れるまでそこにいるっていう感じですね。はい。免許が取れなかったらどんどん、滞在時間が伸びていくみたいな感じですね。うん。で、免許合宿の方が安いです。普通に東京で免許センターに、ドライビングスクールに通うよりはね。はい。でも、免許合宿っていうと2週間、3週間って、働いてる人だったら通えないですよね。そんなにお休み取れないから。だからまあ大体大学生が行くんですよね。はい。まあそんな感じ。あと、まあ私がなぜ免許を取らなかったかというと、まあさっき言った通り、東京では車を持つのが難しいし、車がなくても生活できるっていう問題。あと、私のお母さんがね、実は免許を持ってるんですよ。はい。私のお母さんは大分出身で、大学の時に東京に来て免許を取ったんですよ。はい。でも、一回も運転したことがないんだって。まあ、ペーパードライバーですよね。そう。で、3年前ぐらいに免許を返上したんですよ。免許返上っていうのは、まあ、免許を返すってことですね。はい。もう私は免許いらないので免許を返しますっていう。はい。それをしたんですよ。そう、うちのお母さんは。はい。一回も運転しないでね。もったいないと思うけど、まあお父さんが運転好きだったから、お父さんが毎回毎回運転してたから、もうお母さんは運転しなかった。そう。めっちゃうちのお母さんね、自慢げに、私は、無事故。無事故で免許返納したのとか言って、いや、あんたは運転したことないの無事故も何もないでしょみたいな。どうやって事故を起こすんだよって。はい。いい感じですけども、お母さんは免許を返上しました。はい。まあね、今うちの家族は両親も東京に住んでるんだけど、私が小さい時は、えー車を持ってました。子供が3人いたし、週末に結構キャンプに行ったり、スキーに行ったりしてたんだけど、そういう時にやっぱり、あの、車は便利だったから車を持ってたんだけど、まあ私が大学生ぐらいになった時に車を売って、今はもう、ちょっと寂しいけどね、うん、その、お父さんお母さんとほとんど二人きりでお出かけすることが多いからね、土曜日、日曜日に。うん。だから、週末、カーシェアで車を借りてます。はい。まあ、カーシェアっていうサービスがあるんですよ。うん。ここ10年ぐらいでできたのかな。はい。カーシェアっていうのは、普通のレンタカーとは違くて、短い時間でレンタルすることができるんですよ。普通のレンタカーっていうのは、どっちかというと、旅行に行くために1泊とか2泊レンタルすると、お得っていう車。でもカーシェアっていうのは、15分からレンタルすることができて、1泊するとちょっと高いんだけど、多分3時間だけとか4時間だけレンタルするのに、すごく、お得。はい。っていうサービスになります。うん。で、どういうサービスかというと、まあ、ネットで会員登録するとカードが届くんですよね。そう。で、そのカードが届いて、車を予約することができます。はい。で、車っていうのは近くの、駐車場に置いてあるんですよ。そう。で、このカーシェアのサービスで一番大きい会社はタイムズっていうんですけど、タイムズカーシェアっていうんですけど、そのタイムズっていうのはもともと駐車場の会社だと思う。駐車場の会社なんですけど、そのタイムズのその駐車場の中にカーシェア専用の、スペースがあるんですよ。で、そこに車が止まってて、その車を予約して、えっと、その時間になったらそのメンバーズカードを、車にタッチすると鍵が開くようなシステムになってて、その鍵が
開けたその時から、レンタルスタートみたいな感じ。で、返す時にはまたそのカードを車にタッチすれば、契約終了というか、レンタル終了みたいな感じです。はい。結構便利、カーシェアはね。なので、私も友達とどっかに行く時とかはかなりカーシェアを使ったりします。はい。あともう一つ最近日本で流行ってるのは、サブスクリプション。サブスクリプションで、車をレンタルできるサービスですね。これはどういうことかというと、カーシェアっていうのは短い時間でのレンタルでしたよね。今度はもう5年とか10年とかは車をレンタルすることができるんですよ。例えば私の家族みたいに子供がいる時だけ車を借りたい。でも買うのは高い。っていう人向けに、例えば1年にまた、何万円とか払ったら、その車をずっとレンタルできる。それを5年とか10年パッケージでやって、家族が増えたら、簡単にもっと大きい車に変えることもできるし、小さい車に変えることもできるし、もう契約を終了することもできるっていうサービスですね。そう。それが最近ちょっと流行ってるらしいです。はい。若い人でも、手軽に車を、車に乗れるようなサービスということですね。はい。言えないの。サブスクリプション。そんな感じ。はい。最近はこの2つのサービスが車のサービスでかなり人気です。サブスクリプションとカーシェア。はい。皆さんの国はいかがでしょうか？日本はそんな感じです。最近は若い人でも車が欲しいって思う人はかなり減ってるみたいですね。やっぱり昔はね、車を持つってことが、夢というか、目標だったこともあると思う。ステータスだったりしたと思うんだけど、今はそうじゃない時代になりましたね。はい。とはいえ、日本はやっぱり車産業っていうのは、日本の産業の中ではもう一番大きいぐらいのものじゃないですか。トヨタとかホンダ、日産いろいろありますけど、ね。だから車が少なくなるとか、車の産業が、衰退していくっていうのはとても私は悲しいことだと思うので、これからもね、例えば地球環境を考えた車、いろいろ今 EV とかね、開発されてますけど、地球環境を考えた、皆さんが乗りやすい便利な車っていうのがね、今後増えていけばね、いいなって思います。私は車、免許持ってないんだけどね。免許持ってない女が語る車について、はい、いかがでしたでしょうか。皆さんの国の車事情とか、サービス、車のサービスとかあれば、ぜひ、教えてください。はい、じゃあ今日はこんな感じで、車のお話でした。はい、今日話した話、また、トランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube ライブ6000人登録者祝い、先週やりましたね。皆さんありがとうございました。はい、とても楽しかったです。はい。で、1000人、2000人、3000人、4000人、5000人って今までライブをしてきたんですけど、回を重ねるにつれてどんどんそのコメントの数とか参加人数のが増えてて、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。ありがとうございました。ね。はい。あとゲーム YouTube ライブもやってますので、もし興味ある方ぜひ見てみてください。あと、日本語のレッスン私今やってるので、新しい学生さんを募集しております。はい。何でもいいので、日本語について問題がある方はぜひ私に相談ください。レッスンで解決できることがあれば、ぜひしたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。あと何ですかね。そんぐらいかな。あとペイトリオンね。ペイトリオンのメンバーもこちら募集しております。はい。じゃあ今日は
こんな感じで、はい、YouTube に結構動画もアップしてるので、ぜひ私の YouTube、Next Step Japanese っていう YouTube の名前なので、こちら検索してみてくださいね。はい。じゃあ今日はこんな感じで、また次回。さようなら。